いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの飛山恭平です。今日のワンランクへのアイロンプリント講座は、この家庭用アイロンでのアイロンプリントのやり方をご案内したいと思います。お客様でこのプリントがうまくいかないっていうご相談をいただく場合、このアイロンプレスのやり方がですね、少し不足している、少しちょっと物足りない、そういったケースがございます。そういったものをですね、この動画を見ていただいた方、減っていただければなと思いまして、この動画をご案内いたします。こちらのですね、説明書を見てもどのようにアイロンをするかというのは分かりづらいかと思いますので、すでにですね、こういったアイロンプリントされている方も参考になる部分はあるかなと思いますので、ぜひご参照ください。ポイントはですね、このアイロンの種類、またはですね、こういった下に引くマット、この2つがですね、このアイロンプレスをするときのポイントになります。まずはですね、このアイロンの種類についてですね、ご案内したいと思いますので、ぜひご参照ください。では、どうぞ。私が今持っているこのアイロンは、プレス面が平面になっていまして、こういったアイロンが一番アイロンプリントしやすくなっています。一般的にはですね、スチームの機能がついていて、穴がある。こういったアイロンを持っている方が多いかと思います。こちらお客様の質問でよくいただくんですが、スチームは使いますかと。スチーム、蒸気が出ますと、こちら湿度になりますので、基本アイロンプリントがうまくいかない原因になりますので、スチーム機能は絶対使わないようにしてください。その状態ですね、スチーム穴があるアイロンでプレスをする場合なんですが、基本穴がある部分はですね、プレスがしっかりかかりません。なので穴が開いていない部分だけをですね、イメージしながらプレスを何回もしていってください。またですね、コードレスのアイロンを使うときには、温度がですね、外してから一気にですね、下がっていきます。こちらちょっと過去に温度実験をして測ってみたのですが、基本的に20秒ぐらいですね、外すとだいぶ冷えていますので、こまめに充電をしながらプレスするようにしてください。また、一般的なアイロンプリントシートの場合、中温で何度というふうに書いていまして、だいたい中温は130度から150度。これもですね、アイロンの機種によって違いがございます。一般的にその中温って書いてあれば中温で大丈夫なんですが、それ以上定着不良がですね、疑われる場合、温度が低いとシートの糊がしっかり定着、溶けていかないので定着不良が起こります。説明書などを見て、ちょっと温度をですね、実際中温で何度か確認されるとよろしいかと思います。この書き方をご案内いたします。アイロン、この A4 サイズの転写紙をプリントする場合ですが、まずですね、このように少し馴染ませるイメージでやってください。すると少し仮止めになります。でこの後ですが、端をですね、5秒2回などですね、弊社の説明などであるんですが、そのプレスの仕方なんですが、このように端に対して端をですね、プリントすると、どうしてもこのアイロンのですね、圧力がよくかかる部分は真ん中なんですね。なおかつ、このシートがあまりつきづらい部分というのは端なんですね。端にしっかりプレスをかけてあげる必要があるんですね。この端をプリントするやり方としては、このように真ん中をですね、端に持ってくるイメージで行ってください。なおかつこの上と下ではですね、やはり圧力がですね、少し真ん中に比べて弱いですので、真ん中をですね、イメージしながら、このようにプリントをしてください。こういった感じですね。基本的に端をですね、しっかりしていった後に、真ん中をしていくんですが、比較的ですね、真ん中はつきやすいかなと思います。一方、つきづらい部分は端になりますので、端がつかない原因は多くはこういったプレスのやり方でありますので、真ん中でプレスする。そういった工夫をしてください。次にちょっとかけ方をですね、ちょっと全体像でお見せいたします。次にアイロンのかけ方なのですが、これもですね、初めての方は分かりづらいと思うんですが、基本的にアイロンがけのようなこういったゆるーくですね、プレスしているだけではですね、綺麗につきづらいです。体重をしっかりかける必要があります。体重をかけるイメージとしては、このようにちょっと背伸びをする感じでですね、ぐーっと前に押し出すと。でこれでですね、だいたい5秒間、10秒間、それぞれ転写真によって違いますが、プレスしてください。押し込む感じですね。でですね、このように、プレスした後は、一回アイロンを外してまたプレスするとよりくっつきやすいですので、体重をかける、背伸びをして前に押し込む。こ
これはですね、ご注意ください。次に下に敷くシートのご案内をしたいと思います。まずこちらですね、ここにプリントプレスをしようとした場合、こういった机の場合ですと硬いですので、奥にぐーっと押し込む時の反発がされてしまって圧力が十分にかからないというパターンがございます。こちらですね、一般的なアイロン台もですね、同じようなことがあるかと思いますので、実際硬いか柔らかいか、少しクッション性があるかという観点で少しご注意ください。こういったですね、机の上でやると圧力がしっかりかからないので、こういった雑誌などをですね、下に敷いて、中に入れます。で、プレスをすると、クッション性が下からございますので、圧力がかかりやすいです。こういった中温などの温度で、こういった雑誌を下に引くと、雑誌の部分がこの生地にくっついてしまうという可能性もございます。そういった場合は、クッキングペーパーなどをですね、この雑誌の上に敷いてくっつかないようにご注意ください。離型があるものですね。またこれはですね、雑誌以外でも新聞紙などでもですね、活用できる方法ですのでご参照ください。多くですね、こういったアイロンプリントをされる方は、こういったラバースポンジマット、こういったクッション性があるですね、マットがございます。これを中に敷いていただいて、今の工程でするのが一番ベストです。こちらですね、A4 サイズで約1800円ぐらいで販売していますので、ご参照ください。しっかりかかります。この下に引くですね、この台をどういったものでやるかというのもですね、アイロンプリントの、仕上がりに影響していきますので、ご参照ください。いかがでしたでしょうか？今回こういった家庭用アイロンを使った一般的なアイロンプリントに役立つ、情報をご案内いたしました。基本的なことはありますが、自分のアイロンがどういったものか、また温度がどういった温度になるか、またですね、下のこういったマットなどを少し注目してください。これでですね、体重をぐーっと押し込むプレスをしていただくと、基本的にはうまくいきます。少しお金をかけても大丈夫な方はですね、この2つは弊社で販売していますので、説明文に URL がございますので、ご参考にしてください。今後もですね、こういったアイロンプリントにお役立つ情報をですね、ご案内したいと思いますので、ご関心いただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回どうもご視聴ありがとうございました。